たせしました。ちょっとお前これバレちゃうじゃねえかみんなに。バレちゃうこれ中に。軽いかと思ったけど意外と軽くないな。本当ですか？何キロこれ？3キロ？いや、測ったの。2キロ？いや、これ軽い方だと思うんですけど。いやでも俺のイメージだと、はい、もっと軽い。もっと軽い。さすが世界の男は。マクラーレンの、はい、マクラーレンのこのフロントのノーズを見た目で持ったらみたいに軽くポンと上がったから、こんな厚いカーマジっすか。いや、ブ。軽いのは軽い。かなり軽い。軽いんだけどイメージだよ、イメージ。そうですね。軽いんだけどもっと軽いかな。これ限界でございます。これ？はい。これ以上するとボコボコ。測ったんですよね、確か。いいねこれ。あれ？測ってなかったっけな。なんでこんなものをアンダーに頼んだかっていうと、はい。今さんに勝つためですね。今泉とかのレベルに勝つのにこういうのいらない。タイムアタックをするんじゃない。じゃないんですか。本格的に今タイムアタックしてるじそうです。何をするんですか。ファッションゃん。違うよ。違います。アンダー鈴木の道をはい。俺がこう行くんだよ。お、やっぱ世界の道へ。当たり前だろ。じゃあ一緒にアメリカ行きましょう、岡村さん。なんでお前俺がオーストラリア行こうとしたら今度お前アメリカなんだよ。オーストラリア行きましょう。両方行きましょう。アメリカもオーストラリアも。アメリカどこで？じゃあパイクスピークに出てみたくなる。スピークなの？いや、同じ車で行けるはずなの。パイクスピークも最近ダウンフォースありの似て、タイムアタックカーとハバイクスイスピーピークスクカーがだとお前間違えてお前崖に落っこったら死んじゃうそのじゃないか。可能性はありますね。もう俺はもういい年だからいいけどお前まだまだダメだろ。いや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 行ってみましょう。バイクスピークス。まあそういうことも視野に入れながらやるの楽しみです。まずじゃあオーストラリア、まあ俺オーはストラリア一決定ですね。アンダー鈴木がなんか一生懸命やってるから、はいじゃあ俺も軽く行ってお前を抜いてあげようかなの。ああ、いいっすね。来ました今。出ちゃいましたよ。でもっと注文もらえないと。だってお前さ言っちゃうよ。はい。言っちゃってください。俺20年前にはい俺が57秒で走ってたの、はいお前何秒だったら言ってごらん。1分切れてなかったですね。2秒ぐらいで走ってただですね。はろ。俺5秒も前にいたんだよ、はい、そうですね。今俺よりも7秒だか8秒だか前にいてもそのぐらいすぐピュッといけるのよ。俺が本気出せば。そうですね。聞いちゃいました。本気だ本気で。俺は本気出すけどお前みたいになんか募金とかそういうことしないから何だろ募金ってお前。じゃああれは僕がやってるんじゃなくて、誰がやってるスタッフさんがやってくれたんですよ。僕の。まあ SR ミーティングは、はい。SR ミーティングの事務局が、はいはい。僕も今日あの舞台で初めて知ったんですよ。みんなはい。僕がやってるわけじゃないですから。あ、そうなの、はい。募金ってそういうもんじゃないですか。そういうもんです。僕やってません。はいそうなのはい。募金するほど何去年痛い目にあったの？結構痛かったですね。体も痛かったの？体も痛かったです。あれ何どうしたの？タイでヤが260キロで壁にぶつかったんで結構痛いです。ぶつかった時が260キロ。で260キロから
スピンし始めて、まあ当たったのはだから半回転してぶつかったんで、もうちょっと落ちてる。なんでですか？下手だったからまあそうですストレートでどうしたの？タイヤが破裂したの？まあタイヤをねオーバーヒートさせちゃったんですよ、使いすぎて。だからもっとタイヤをうまくコントロールできればよかったんですけど、いっぱい使っちゃったんでタイヤがオーバーヒートして、ドリフトでもあるじゃないですか、そういう感じになっちゃって、危ないね。危なかったです。今結構壊れちゃったね。結構壊れちゃうんですよ。だってまああれ本気で作ったから本気で作って結構タイム出る、そうですそうです一番出るような車だったんだから。そうですで、わずか5ラップオーストラリアで日本で作って船に積んでオーストラリアで5ラップぐらいしてクラッシュ。悲しいですよね。でまだシェイクダウンで何秒ですか？まだタイム出す、まあ、タイム出す前と同じタイムまでもまだ出てなかったですから、生まれたてだったんで、本当にセッティングしてる最中の出来事です。ぐちゃぐちゃですよ。ぐちゃぐちゃなの？はあ、そんなひどいの？なんか見た目そんなにひどく見えなかった。い、いやもうぐるぐるでパチンコ玉になってたんで、外装はもうカーボン全部ダメだし、フレームも曲がっちゃってたし、フレーム切ってまた作り直すところからです。で今どこまでやってる？まあ、フレーム9割ぐらい直って、今カーボンを一生懸命直してるところです。直してるっていうか一から作ってるっていう感じですかね。いや俺もね、なんか最近ちょっとさ、タイムアタックしてるとアンダーっぽい車がつくばとか走ってるの見てるとさ、はい、なんかもういきなりなんかダウンフォースを乗っけちゃってるから、ここがついときてない人いっぱいいるよね、見てて。違う、あんたのこと言ってるわけじゃなくて、走ってる人がまあそうお前ですね、そんなお飾りつけてそのタイムねえだろっていう、そんなの別に空力なくたってお前そのタイム出るだろみたいなやつらいっぱいいるから、ちょっとなんか足のセットができてて空力をちょこっと加えるっていうのが、なんか一番効率的ですよね。でもう今ほらもうパッカーで止めちゃってさ、ストロークなんかもうこんなもんしか売ってないじゃない。俺はそこまではしたくないなと思ってるんだけど、でもなんかこうかっこいい車を作って、おしゃれにアンダーを全部きれいに作って、でまあ55秒ぐらい出る車を作りたいなと思って、それでまあその WTAC に行って、オーストラリアに俺のこと大好きな人がいっぱいいるから、はいはい、そうですよね。ちょっとオーストラリアで走ってみたい。走ってみましょう。来年ですか？いや、来年はちょっと無理だろう。来年は再来年だろうな。再来年一緒に行きましょう。皆さん応援ツアーができますね。そんなのできる。世界の岡村さんですからご一行様って感じでちょっとね、来ていただければ。もう俺もほらもういい年なんで、ちょっとアンダーを見てて、まあ、もう最後のチャンスに一回行きたいな。日本でなんかちまちまやってるのもつまんないし、まあ今年本当はアメリカ行こうと思った、はい、コロナがなければ、アメリカでドリフトをしたいっていうのがあって、でアメリカで今年ドリフトができなかったんで、まあ来年アメリカも行くんだろうけども、ちょっとなんか今またグリップにちょっと目覚めちゃった。いいですね。両方やってくださるところ素晴らしい。グリップに目覚めると、何秒っていうその性格が出るから、ドリフトの主観とは違う部分で勝ち負けがはっきりするじゃん。ちょっとなんかまた燃えてきたっていう。ちょっと12月の6日オートポリス行くから、ちょっといやオーストラリアおそらくですけど、その九州に遠征するのとほぼほぼ変わらないんじゃないですか、経費は。まあ船のお金っていうのはあるでしょうね。オーストラリアにほらサムもいるし、だからこれいいかな。ぜひ。お前だけが世界のアンダーとか、おかしいですよ世界のアね。ンダーじゃない、お前世俺界の言ってんですよ。だから俺じゃないよって言ってんの。世
世界の岡ちゃんがいるからっていつも言ってますよ、口癖のように。だってお前18だからの時に新潟でお前ご飯食べた。そうなんですよ。岡村さんとまだ僕がタイヤ屋さんでアルバイトしてた時、そう時でご飯、それメカニックでお手伝いに行ってたんですね、僕で。有名なドライバーさんたちがいて、その中で端っこの方で僕はご飯食べてた。とてもじゃないけどこんな会話させてもらえるような間柄ではなかったですよね。でその2秒で走ってた時も俺はその18歳の青年とはくっついてないんだ。であんたが日本一番の最速を出した頃に実は俺こうだったんですよって言ってなんだよお前みたいな。そうだから長い付き合いになりますね。蓋を開けてみれば僕は知ってましたけどね。だからそこにアンダーのパーツをこうやってちょっとずつ買ってつけてやろうと。ぜひ実はこれもお本気ですねこれは。じゃあ再来年に向けてこれは俺が WTAC を目指すという宣言です。イエーイ。よろしくお願いします。まあタイムはね勝つよ。ということでこのやり方をしている。はい。島君。何やるのこれ。チタンのタッチ。うわこれは軽いわ。これ軽くてこっち軽くないってどういうことですか。すごい軽いこれ。これ良くないですか。すごい。それのこれが専用ネジで、こっちはこのタッチの、はいはい。この薄ネジがこのタッチの8と6で違うんで、6の方がドア側です。はいはい。これがで、それからあとこれがヒンジね。はい、これが上のヒンジです。うん。ほら見た目これステンだもん、はい、全然違うもん。見た目はパッと見同じなのに触ってこっち持ってこっちこれステンです。全然違う。すごい。何これ。上はノーマルを使って上がこれです。で純正のヒンジってなんかノックピンみたいなの出てるじゃないですか。あれ削っちゃってください。でそこに合わせてこう穴最後うまく開けて、最初に開けると長穴になっちゃうんで開けてないんで、多分ここがギリギリになると思うんですよ。こうやってこう削ってあるので、だからワッシャーが裏ひょっとして当たっちゃったら、ワッシャー切って使ってもらえればいいと思うんですけど、これぐらいになるはずです。この辺から、ワッシャーここ当たっちゃうかもしれないんで、最初ワッシャーなしでやってもらって、最後切って裏から当てて。でドア開いて上に上げれば取れるんだよね。はい。それがこれで最初だから M6 あれこっち M8 だと思うんですけど、M6 開けて M6 の長ボルトでこう調整始めた方がやりやすいかもしれない。スタッターは